できたニヤニヤしちゃうのこれはい、こんばんは、村岡正則です。今回の動画はリバーシーバス&対談動画です。一緒にやるアングラーを紹介します。あずあず、よろしくお願いしますようこそ。あずあずですまさチャンネルへようこそ。お願いします。よろしくお願いしますで、今あずあずはシーバス修行ってことで、なんかブルブルのね公式の動画撮りに来てるある夜だけちょっとねまさチャンネルにも出てもらうということで、お疲れのとこ申し訳ありませんあいにくね、ちょっとこれから下げしをやるんですけど、南風ビュービューで、多分めっちゃ渋いと思います。そうなんです、だけどその渋いなりの出し方を公式じゃないけどハウツーも混ぜながら、一回ね会議室で撮った動画があるんだけどあの時もみんな興味津々だったんで、どんな子かね知ってもらおうっていう感じにしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速釣りしましょう。でここは川なんですけど、左から右に流れます。以上こういう釣りはやった？いや、何回かやりました。だよね、秋田でもやってたし。リバーシーバスどうですか？すごい力が強いイメージです。力が強い。なんか引きが、魚のね、強いですね。強いなっていう強いな感じです。相沢よ使うの初めて？初めてです、私。相沢連合へようこそ。相沢連合。相沢を使う人は相沢連合って言うんです。そうなんですか。で、カジロ好きな人を久保田連合って言うんですで、流れが弱いんで最初は下流ガンガン打っていきましょう。これぐらいの角度で、斜め30度で着水したらウェイト戻して糸張って、で相沢がずしっとするんで、水それを感じながらゆっくり巻いてくる感じ。シーバス修行はどうですか？いや、なんかもう難しすぎて。難しい。めちゃくちゃ難しいです。でもトンジリとかさ、普段アズがいろいろやってる釣り、もう難しいじゃん。いや、奥深いじゃん。でも運要素が強いというか、結構運で釣れる釣れないが分かれる釣りが結構多かったんですよ。でもなんか運じゃ釣れないじゃないですか。いや、運だよな。運じゃないです。ここにこうやって投げて、こうしたから釣れましたみたいなのがゲーム性ね、ちゃんとあるじゃないですか。確かに高いのか。なるほどね。すごい高いです。でその難しいのは嫌だ。楽しい。楽しいです。楽しい。じゃあハマる要素ありますね。でもこう飛ばさなきゃいけない。全然ポイントに入れれてないっていうのが現状。秋田編でしょ。そうです。じゃああれは増水してたからしょうがないよねあれ、俺アメーザ見たけどずいぶん入ってたもんね戸田市もね、エキスパートだからね、これ以上入ると君が危ない、流されちゃうからっつってたけどあの時点でもだいぶねギリギリだったんだろうな。昨日とかも、高橋さんにまた東京湾のメイヤンの釣り教えてもらったんですけど、めちゃくちゃ難しかったです。でも高橋さんはめっちゃ釣るみたいな。なるほど。だから釣れる人は釣れるというか。メイヤンの釣りやってて、じゃあ最後の方はルアーがどこにあって、今何がしたいかはもう分かった？最後の方は分かりました。こうピンポイントに入れることもできたし、ピンポイントに流せるようにもうなんとなくですけど、それでバイト取れたりした。それはまだ運だったかも。でもなんか自分で考えてやったっていうよりかは、高橋さんにそこについてそうだから流してみてって言って流したら釣れた。なるほどね。でもまあロケ運ないもんね、見てて毎回ハードな状況にはまるよね。そうなんですよ。ハイシーズンを想定してね、ロケに行って組んでるの。
毎回あともうちょっととか、もうちょっと早かったらみたいなのが多いです、でもまだシーバース修行で釣れなかったことはない。じゃあ確かに釣ってるなんかなんとか一匹みたいなのが多いです。よし、じゃあちょっと場所変えて、はい、昨日のおさらいしに行きましょう。で俺何も言わないんで昨日学んだことをやってみる面白いじゃんそれね。公式を見てこれ見てもらったらということでちょっと移動します。はい、移動してきました。はい、昨日の復習レイアン部です急にでもなんか、イメージは湧きます。つけられるね。はい、釣りはイメージですから、魚がいるイメージよね。ルアー何でもいいよ、変えたいです。何にしますか？昨日は釣れなかったスネコンにしよう。スネコン、はい。どっち？90がいいです。じゃあみんな大好きレッドビア、はい、そしたら何も言わないので、落として投げて今こんな感じではい食います、はい食いましたみたいな感じ。そんなことできないですよさあスネコン90ではい行ってください。全然届かないや。どこを狙おうとする？境目のところに入れたいです。境目ずっとあります今のイメージは？怖い、わかんない怖がられてしまった。じゃあ黙ってていいね。いいですねいいですか？いいと思います。合ってますか？釣れそう。でもその暗いところから明るいところに出てくる時が一番バイトが出るの。あ、そうなんだからそこを回収して水面滑ってしちゃダメなのそこを S 字変えて出てきて、2、3メーターしたら回収していいんだよ。なるほど。だからもうちょい我慢回収はもうちょい。今は、昨日と多分状況違うのは風と川の流れが逆じゃない、だから水面は風が押し返そうとするんで、実は水面が流れがとても弱くて、そこから30センチぐらい下がすごい流れるのね。だから魚のレンジは多分昨日よりは下が50センチとか下がってるの今の状況は。スネコは何もしなきゃ沈んでいくんで、しっかり沈めてから S 字をかけ始める。来た。食ったあれ違う？食った嘘。沈めたら食いました。おしゃいいサイズしっかり合わせて本当に下に入れたら食いましたねわあ、いいサイズ。じゃあちょっと3歩左に行っておお竿が長いんでちょっと自分が下がるとして、ここに連れてきておおよっしゃーできたいきなりちょっと待ってちょっと嬉しすぎるんだけどちょっと私初めて自分でルアーを選んで釣れたかもしれない。嬉しいちょっと待ってサイズ測ってね。すぐ測れるんだ。そうなります。お、いきなりこれは泣きの69泣きの69いけるけどまだもっといける69ってことにしましょうてかゼロがなんか随分出てるけど69ですゼロめっちゃ出てないな。出てますね。70じゃないですか？いいですよ、69で。これ70ですよ。認めません。
重いよあっちのシーバス。すげえかっこいい。またリバーシーバスのねかっこいい魚。うわでっぷりだしね。ニヤニヤしちゃうなこれ。めちゃくちゃ嬉しい。昨日の成果がなんか出せた気がして、めちゃくちゃ嬉しいんですけど、イメージがあったってことだもんね。いや釣ったね。てかもう速攻で最高だね。いやめちゃくちゃ嬉しいです。修行の成果が出てたね。出ました。そして今この魚がやっぱちょっと下にいるんじゃないかって言われて、こう下を狙って沈めてぐるーっと戻ってくるたらドンって、めちゃくちゃ嬉しい。イメージ通り。イメージ通りでした。最高です。これもう逃がしちゃっていい？もう電池だね、大丈夫。よし。いやーありがとう本当に。よいしょ。うわ元気すぎる。よいしょ。あいけそう。いくよー。バイバイ。イエーイ。最高ですね。いや楽しいです。バッチリですね。さあってことでじゃあ次のテーマはサイズ。自己記録は何センチ？シーバスは74。74。はい。今日頑張れば更新できるかもしれないんで、頑張って更新していきましょう。はい。そのなんかでかいのを狙う釣り方みたいなのもあるんですか？やっぱ大きいルアーもそうだし、でかいのがいる場所に行かないといけないんで、なるほど。明暗で八丈場釣るのは結構運ゲーというか、それこそたくさんあらゆるサイズが並ぶ中で、八丈が集まってる群れに当たれば出るけど、それはなかなかわからないんで、釣り方もあるんだけど、潮の流れが鮮明になったらそういうランカーが回ってくる場所に行くんで、そこはかかればでかい。そういう狙い方もあるんだ。はい。で釣ったらリーダーをチェックして、大丈夫かなってなったら、大丈夫ですね。さあ次はまた再現性。次の一頭でまた釣るっていう気持ちよさを味わってほしい。そんなことできるのかな。なんだったら私神かぐらい気持ちいいからね。次の一頭でまた釣るってね。沈んでる間も見てんの、鈴木は。なんだこれっつって。そうなんです。一緒に泳いでたりするの。でそれがいきなりふわって筋変えたり上流に向かってブルブル言い出すんで食うんだよね。ずっとは見てはいるんだ。そうだからターンさせた瞬間食うっていうのはそういうことで、その時たまたまいたわけじゃなくて、ターンする前見てんの。なんかもう見られてたんだ。なんだこれっつってね。でも自分が何やってくるか分かってくると明暗は面白いでしょ。初心者中級者だったらもう明暗はいっぱい通って釣りを覚えてもらっていいと思う。ある程度釣るとなんかそこで出るって分かってるから実は面白くないのかもって気づく、上級者ぐらいになると。要は行けば釣れるから釣って全然そうじゃない場所、まだ深く要素がいっぱいあるところで、来ました。うわ神かな。そうだからもう今は思う存分楽しんでいい時期。4名すごい。サイズダウン。サイズダウンです。楽しいよね。ガンガン釣れるってね。いやまたこれも太鼓あるいい魚だね。かっこいい。よしやった。同じところに流して、いやー嬉しい。じゃあ良いですか？はい、60ぐらいだね。60ぐらいですか？ありがとう。バイバイ。バイバイ。うわめっちゃ怒ってた。いやおめでとうございます。さらっと。嬉しい。よし。今日はついてるな。うんだ。
ちなみに今釣った時頃の魚探反応がこうなってて、はい、これが明暗の瞬間の映像なの。水深5メーターの3から3メーター下にわーっと泳いでるの。多分十何本いると思った。で多分スネコン沈めて1メーターぐらいなんだけど、はい、それがにこう反応して突き上げて出てきたわけだね。すごい。で意外と、はい、実はこの下ぐらいにもいるの。だいぶ離れた。ちょっと明るい。上手い人はこの明かりの前の方のも狙って出せたりする。バイブレーションとか。うわすっごいいる。でさらに言うなら、はい、魚が多いのはライトの真下なの。あの辺とか、ね、ライトの真下にすごいいるんで、そのライトの真下はやっぱり明かりが明暗の境目がきついじゃない、はい、明るいから、はい、だからすごい寄りついてるんで、そこも意識してちょっと次流し込んでみたら、はい、ライトの真下でターンすると一番いい。なるほど。全然違うとこ行ったんだけど15メーターぐらいでちょっともう一回やり直す。いやでもなんか修行の成果出てきた。本当ですか、ね、第4回やったんだよね。そうですね、4回やりました。第4やって、はい、今年1年は何日ぐらい釣り行ったの？めちゃくちゃ行ってます。めちゃくちゃ行っためちゃくちゃ行ってるなと思ってたけどほぼ週5ぐらい行った？週5、6ですね。1年通せた？通せてますね。しけでなくなっても行ける釣りに行ってみたりとかしてその原動力は何？釣りの行きまくるオフショアが多いじゃないですか、魚を持って帰ると、家族がめっちゃ喜んでくれるんですよ。何人待ってんの？4人で。4人であの量のマグロを食うの？いやでも近所の人に配ったりとかやっぱりそうね、でかいじゃん。10キロ台、10キロ前後でしょ。20キロぐらい1ヶ月分しばらくマグロはいいわってならないんだ。でも田舎なんで、こう物々交換が起き始めるんですよ。魚あげたら野菜をあげて野菜もらってみたいな。いいな、確かにそうだ。それが一番楽しみです。なんかお母さんがさばいてくれてるんですけど、これ見たことない魚を持って帰るとめっちゃ喜ぶんですよ。なんか変な顔の魚とか、変な顔の魚、なんかイラこの間はイラにめっちゃ興奮してて、さばいたら骨が青色だったっていうのにまた興奮してそれはじゃあ行きたくなるね。ちょっと一頭刺してこれ釣れちゃうんじゃないんですか、師匠。今完璧に影と明かりを、10センチずれてないと思う。あとはそれぐらい通せてると思う。自分の自信としてはその辺までだけど。さあどうしようかな。ここでねいろいろやって、この後バイブレーションにしたりジョルティにしたりして数釣ってってもいいし、もう下河口も流れ早いと思うんで、ランカー狙いに行くのどっちがいいですか？ランカーじゃあランカーにしましょう。はい、ということで河口にランカー狙いに移動します。はい、はい、じゃあ移動してきました。河口に来てちょっと風がね強いんで、船も流れ方がめちゃくちゃになっちゃうんだけど、とりあえずシャロー、水深ね2メーターぐらいのシャローなんで、アイザーで投げ散らかしましょう。どこかにいるので、来る途中ねちょっとこの城見えたじゃん。飛んでました。だからこの辺にはいるんで、この城を狙ってるランカーがいるはず。はい、じゃあ投げ倒していきます。投げ倒してください。投げ散らかしてください。こうやってね風が逆だと本当流れが消されちゃってなかなか釣れないんだよね。風強くなったね、ますます弱くなるっつってたの。予報に反してというか河口が弱まってないんだろうな。
チャンネルトーク系なんですけどガチすぎて無言なんかあるかな。無関心。いや、そういうわけじゃないです聞いてみたいこと。じゃあ行ってみたい国はどこですか？行ってみたい国どこだろうな。アルゼンチン、キューバ行ってみたいと思ってたな。キューバ釣りでですか？釣りもしてみたいけど国としても見てみたい。なんか社会主義国ってあるじゃない。はい。だいたいろくなことになってない国が多いと思うんだけど、はい、その社会主義の理想を少しはちょっと実現できてるような国がキューバかなと思ってて、結局貧しいんだけど、なんか人々の幸福度は高いの多分。そうなんです。幸せだと思ってる人が多い気がするの、キューバは。それで行ってみたいなっていう。まずは行ってみたい国。カナダ。マグロあのね、カナダのね400キロの400キロね、マグロ行ったらいいじゃない。でも400キロはきついと思うよ。体壊れちゃうよな大西洋はマグロの資源保護がとても機能してて、溢れ返ってるからね、でかいマグロは。すごい風ですね。すごい風だ。どうしよう。トークが行ってみたい国はだけで終わってるんですこのままだと仲悪い説が出されそうなので、何でかしらなんかあるかな。釣りしてるとき喋んない？私喋んないです。めっちゃ集中しちゃうんです。集中しちゃうんだね。じゃあ集中しますかそういう会があってもいいよね。あずって乙女的なことはしないの？乙女的なこと、この間旅行しました。でも女友達と2人で。そういうことするんだ。でも釣り行きました三重県で釣りして、なるほど、横浜で釣りしましたそうですかちょっと今時女子かな。今時女子ですかねそういう人もいるからね。もう本当釣り中心なんだね。釣り中心ですね。もうだって、家族で行ってて、ちっちゃい頃から釣りが日常だったんだっけ？いや、日常っていうより、家族旅行で、こう島とかに行った時に、母とお姉ちゃんはこう自転車借りて島散策行って、私とお父さんと弟が釣りをする、釣りに行くみたいな感じでした。それぐらいだったんだ。それぐらいでした。で成人して以降は普通に営業の仕事してたんですよ。で土日休みだったんで、土日に釣り行く。でまたがっつりっていうか一人で行くようになったのは、コロナがきっかけです。なるほどね。仕事が在宅になっちゃって、暇で仕事が在宅だけど釣りに行く釣りに行くようになった。いや何も言いません経営者としては気になる発言が仕事はちゃんとしてました。仕事はちゃんとしてね。でアングラーズアイドルになってね。そこが大きかったですね。でもこうアングラーズアイドル中に目標だったのが、私13代目なんですけど、13人もいたら、何代目って誰だっけみたいになるじゃないですか。それがすごく嫌で、もう13代目はアズアズだよねっていう、分かってもらえるようになりたいと思って1年は活動してました。でもそのせいかね、終わった後は結構ね、ブルブルもそうだけど、いろんなメーカーさんから声かかったことが久々だったんじゃない？そうですね、言われました。それは1年の頑張りだよね、やっぱりね。昔は結構釣りガールっていうか、釣りのその仕事をする女性って、やっぱりビジュアルがいい人がなるじゃない、当たり前の話だけど、でもうテレビとかだとやっぱり多分30歳過ぎたぐらいから、ね、どうしてもこう年齢的な衰えとかで、
代替わりしてっちゃうところがどうしても避けられなかったんだけど、今 YouTube の時代になって、結構その人柄っていう点で長く愛されるっていうのかな、だから30歳だから終わりっていう時代じゃないと思うんだよね。それまでファン掴んでその人柄とか生き方とかさ、そういうその人本来の魅力でちゃんとファンがいれば、テレビの仕事はどっかで終わっちゃうかもだけど、YouTube とかでね、この人の話聞いてるのが好き、日課ですみたいな人がね何万人かいてくれれば、まあ飯食うぐらいできるじゃん、だからすごくいい時代だと思う。アングラーズアイドルで、一番仲がいいっていうか連絡取ってたりするのは誰？いないです。いないんだ。もう単独系だ。ここの高いか分かんないけどここ系だ。俺も20代の時ね、全然人のことに関心なくて、自分が関心の高いことにはすごい集中力と記憶力と、ね、なんか執着心も発揮できるんだけど、それ以外のことに全然気がいかないからさ、たまにめっちゃ失礼な展開になったりするんだよね、社会人的な付き合いの中でさ、特にそういうところを大事にしてる人に対して、そういうところを大事にしてないってことだから、その結果たくさんのものを得たし、まあ失うのも仕方ないじゃん、それね、全部できないしね。それができたら俺20代もっと上がれたと思うんだけど、まあそれが分かんないがために、なんだあいつはみたいなことで余計なさ落とし穴にはまるんだよね。こう落ちないでいい落とし穴っていうのが、もう一回生まれ変わっても同じ風にやるけどね無理だから、関心ないのに関心を持つっていうのは。よし、ちょっと後でまた来るんで、ちょっとだけ移動しよう。癒されに行きましょう。癒されに。ちょっと魚釣りたくなったでしょ。釣りたくなりますね。はい、移動してきました。ちょっと癒され名案です。癒され名案。癒されるための名案。あ、ライズじゃない今。違う？ボラかな？ボラジャンプかな。ちょっと流し込んでみて。私はすね込んで。おお。いる。上が風でガチャガチャだからすね込んだ方がいいかもね。1枚レンジ入れた方がいいそう。ここの明暗は流れに対して、明暗部の光と影の線と流れが30度ぐらいずれてるの分かる。あ、ダブルヒットだ。バレた。俺はかかってます。最悪。ちょっと待って、左から上げて。大丈夫、そのまま出て。そのまま。ダブルヒットだったのに。いやー、癒される。作ってもらっていい？そこに構えてて流し入れる。ここでこうやって構えてたらいいんですか？じゃあそうします。あ、ごめん遠かった。ちょっと入った？あ、入ってるあ、下でいい。そんな入れっぱなしにしなくていい。どういうことですか？入れっぱなしにしなくていい。そのまま。あれ？違う。なんか変だなと思ったらあれだ。流れがあるとこでは下流から行ってもなかなかすくえないの。だから上流からすくった方がいいんで、そしたら網動かすの楽じゃん。だからこう寄せてきたら、そういうことか。そういうことですよ。惜しい。見事にルアーだけチャッチパターンですか。やばい、引っかかった。いいです。ごめんなさい。いいです。もう認定キャッチだから。だってめっちゃむずいんですけど、タモイで。そう、流れのあるとこはね難しいの。ごめんなさい。大丈夫、多分入れ食いだから、つれ込んだ方がいいよ多分。
スネコン。あ、でも相沢でも食ったもんね。食いました。相沢で釣ったことはまだない。ないです。じゃあ相沢で釣ろうよ。相沢連合へ入ってください。流れと明暗の線がずれてて、しかもこの向きがめちゃくちゃ難しいの。だけど活性がめっちゃいい。ちっちゃいサイズがいるね。あ、ちっちゃい。以上。ちっちゃ。かわいい。かわいいサイズです。見てこのピッカピカな。ピカピカ。こいつは大きくなるよ。ランカーなる。逃がします。将来のランカーですね。楽しい。癒される本当に。もうこの流れの向きでなかなか入らない流れじゃない。こう、はい、斜めに流れてるから、だからそれでちゃんと明暗の暗い側に入ってるっていうのは流し込めてるんですよ。すごい難しいので、プラス流し込めってってもルアーが流れの上流向いてないんでなかなか食わなかったりして、はい、よく見たらボッコボコやってる。今のサイズが生後ちゃんばっかりだけど、本当釣り好きなんだね。面白くてたまんないって感じだもんね。わあだまたチビッツだ。ちっちゃい。さらにサイズダウン。あ、さっきよりちょっとまだいいかも。さっきよりはいいけどね。35センチです。35センチ。こいつは将来のランカーですか？あ、こいつも大きくなるんじゃないかな。イエイ。バイバイ。ボート乗ると当たりがすごく多いじゃない、はい、やっぱり流れの真ん中やれるから、それでいっぱい経験積むとおかっぱりでも釣りやすくなる、はい、ボートばっかりでもダメだけどね。あおい、まずですよ。相沢さんいいでしょ。いいですね。そうで、一つのルアーをこうたくさんかけることで信頼感をすごい持てるようになるの、はい、そうすると今度おかっぱりとかで釣れない中やっててもこの動きで食うはずっていうのをさ、いっぱい経験できるから、はい、デイゲームでも出るんだよ。水面直下をゆっくり泳いでても、で多分経験しないと本当にこれで食うんかなと思うじゃん。しかもこんなレッドヘッドとかさ、お魚っぽいカラーじゃなくても、ちょっとルアーチェンジしていいですか？何？スネコン？スネコン。ブローインもいいかもよ。ブローイン110。これはどんな感じのルアーなんですか？もう投げて巻くだけの最強のルアーじゃないですか。最強ルアーです。私大好きです。投げて巻くだけの。ありがとうございます。釣ってください。はい。風が強い日はブローインがいいです。名前の通り。しゃ。おー。あははとか言って。本当に巻いてただけ。何ですかその高笑いが。いやー楽しい。あはは。お、まずサイズ。うわー。やられた。やられた。うまく外された。だいぶ分かってきた。はい。明暗の紐が。よっしゃ。やば、マイトだ、マイト。もう今食う1秒前に分かった。分かってた。食うだろうなと思ってた。ねえ、なんで？なんで？魚が小さいからしょうがない。本当に取りたかったらドラグゆるゆるにして寄せてくる方法もあるんだけど、まあもうサイズにドラグゆるしくして慎重にやってる場合でもないので。わ
面白い。これでドラグをゆるゆるにしたらいいんですか？そうだね。で慎重に跳ねさせないように、もしもう絶対取るぞって時は慎重に。一回合わせがしっかり入ってたら、はい、あとは暴れるほど口がこう針の穴が開いちゃうんで、ジャンプさせないように弱らせて、それでもジャンプするんだけどね。もう外れてる。外れかかってた。もう外れた。はい、危ない。あ、これもいい魚。おお、ピカピカ。ピカピカ。バイバイ。バイバイ。これでもうブロインも信頼してもらえたんじゃないですか。やばいですね、これは。今日みたいな日はさっきも言ったように風が逆なんで、はい、表面よりちょっと水面よりちょっと下のレンジが水が走ってるんで、はい、1枚入るスネコンブロインあたりが強いです。はい。どうしよう、次も来たら。明日3時半起きなんかもう忘れちゃう。3時半もうすぐ。やばいよ。あすごいなんか急にスイッチ入ってない。パコンパコンパコンって。なんかベイトが入ってきたの。何にも見えないのね。不思議だよね。何食ってんだろう。何にも見えない。でも何かいるってことですよね。何かいる。何もなく水面でなんかをね食わないんで。ちっちゃいイナコかイワシかがいる。全くいないけどね。こんな状況の時に、はい、いや何食ってるかも分かんない感じ。水面見てても、はい、そういう時はラザミンです。ラザミン。なんでラザミンなの？頭痛い状況だからなんとかしたいじゃん、こう頭痛薬みたいな、はい、ね、ラザミンです。頭痛に釣れない頭痛にラザミンで使い方は簡単。投げて、はい、死ぬほどゆっくり巻くだけ。死ぬほどゆっくりですか？死なない程度に投げてこのぐらいですか？はい、ラザミンの有効成分がじわじわと効いてきてあなたの頭痛をすぐ解消してくれるはずです。本当だ。抜けた。本当にね、ラットフィッシングとかシーバスジャーニーとか見ててもなんかハードなロケの時だいたいラザミンに救われてんだよね。なんか試合終わった最後の渋い状況でもラザミンで出るし、試合前のなんかなんとも出ないなって時でも出るんだよね。しゃ本当だ、すごっ。マジめちゃくちゃちっちゃい。はい、取った。イエイ。はい。ラザミンで綺麗な美しいシーバスちゃんです。うわ、すごいラザミン。なんで？ラスト1匹はラザミンでめちゃめちゃ可愛いこの子が釣れました。やったー。リリース。バイバイ。これも癒されとこう。楽しかった。私も癒されます。今ラザミンですごいな。はい、じゃあそういうわけで終わりました。終わりましょう。はい、明日も3時でしょ。明日3時だよ。3時半起きですね。2時間半しか寝れない。すいません。じゃあそういうことで、まさしチャンネル2回目登場ありがとうございます。いや、ありがとうございました。ね、頭痛も消えたってことで。はい。よく寝れそうです。じゃあまた遊びに来てください。はい、お願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。